はい、おはようございます。ということで、今日は台風一過。こっちはね、夜通り過ぎたっていう風な感じで、雨は今降ってないんですけど、朝。ただやっぱり風はね、まだ残っていて、結構吹いている感じなので、今日は音声チェックしながら朝散歩していこうと思います。これも GoPro Mission 1 Pro、オーディオ調節っていう機能がついていて、普段はね標準で使ってるんですけれども、それ以外にも声っていうモードがあって、これなんかこういった声をねクリアに収録してくれるっていうモードで、今目の前に猫がのしのしと歩いている。で今これ標準でオーディオ調節で、カメラの後ろから喋っている感じです。でこの辺からオーディオ調整を声に変えてみようと思います。はい、今ねオーディオ調整を声に変えました。どうでしょう、変わりますかね。ちょっと自撮りも撮ってみたいな。ただ今自撮り棒をちょっと持ってくるの忘れちゃったんで、手伸ばして感じね。台風はねほんと寝てる間に通り過ぎたって感じで、今朝7時半とかなんですけど、雨はもう降ってないです。ただやっぱり風はねまだあるんで、どうなんでしょうね。一旦オーディオ調整標準に戻してみます。でこれ今標準に戻しました。どんな感じでしょうね。同じようなところから喋ってます。やっぱり声の方がこういったVlog には向いてるのかな。ちょっとその辺もチェックしたい。ただやっぱり環境音取るんだったら環境音も一緒に取りたいから標準の方がいいと思うんですよね。これ今標準です。それでやっぱり台風の後っていうこともあってかなり増水はしてる。はい、で今ね結構風が吹いているんで、風切り音の低減モードね、これもチェック。今ウィンドウノイズはオフにしている状態です。結構風が吹いているんで風切り音ガンガン乗ると思うんですけれどもね、これはやっぱりあまり屋外であったりね、こういう風の強い日には使いづらいモードかなと思うので、結構どうでしょう、大丈夫かな。今ちょっと風が止んでる感じ。今これウィンドウノイズ低減がオフの状態です。今あまり風が吹いてない。じゃあちょっと次もう仕方がないんで、風切り音低減を常にオンで、自動じゃなくて常にオンの方にしてみようと思います。はい、常時オン。これになるとねステレオではなくなるんですよね。ちゃんとね左右に音っていうの入るんだけれども、同じ音が入るって形で、今結構風が吹いてる。こんな感じで今風切り音低減がオンの状態です。じゃあ最後が普段使っている自動モード、これいこうと思います。はい、今ね自動です。これだと風が吹いていないとオフにしてくれて、風が吹くと自動的にオンにしてくれるっていう機能なんだけど、これまでもねこの機能あって、ただねこのオンとオフのね差っていうのがね結構はっきりと出ちゃうんですよね。音声だけでね今風切り音がオンになったなっていうのが分かって、その辺ちょっと使いづらかったんですけれども、今回からはねその辺もだいぶスムースになってる印象で、そこをちょっとチェックしたいんですけれども、あまり風が吹いてくれない。そういうわけで6月になってちょっとバタバタしているんですけど、このね GoPro 関連であったり、またそれ以外の動画っていうのも作っていこうと思います。はい、どうもこんにちは、向川です。ということで、今日はねいつもと違うカメラっていうのを使っていて、手持ちの3台のカメラっていうのを使って、それぞれね画質っていうのを簡単に比較してみようかなというふうに思っています。でもちろんその1台っていうのはね GoPro Mission 1 Pro で、もう1台は同じ1インチセンサーを使っている DJI の Pocket 3で、もう1台はねさらにセンサーサイズが大きいマイクロフォーサーズの GH7 ですね。でこの3台のカメラっていうのを、なるべく焦点距離っていうのを近づけるような形で簡単に画質のねチェックをしてみようかなというふうに思っています。今のところその3台のカメラっていうのが何かっていうのを明かさない形で、それぞれの映像っていうのがどのカメラで撮られたのかっていうのを後からねお知らせしようかなというふうに思っています。でまず最初オープニングの動画の中でね GoPro Mission 1 Pro っていうのを使って、あと音声ですね。今日は台風明けっていうこともあって風が強かったんで、そういった環境っていうのを利用して内蔵マイクの設定を変えることでね、どれだけ変わるのかっていうのを調べてみて、特にオーディオ調整で声と標準っていう2つのモードっていうのがあって、声っていう方はね、確かにこの話し声っていうのをね、クリアに収録はしてくれていたんですけれども、注意が必要なのは、
このオーディオ調整、声にすると音声っていうのはステレオではなくモノラルになるっていう風な形になりました。これ注意書きにもね書いてなかったと思うんですけれども、標準にするとちゃんとねライトレフトでそれぞれ別の音っていうのを取ってくれているんですけれども、声にすると、ライトレフト同じ音声っていうことになって、事実上モノラルで収録されるっていうことなんですね。で、同様にウィンドノイズ低減っていうのも、ウィンドノイズ低減がオフの場合っていうのは、ライトレフトねそれぞれ別の音で取ってくれるんだけれども、ウィンドノイズ低減がオンになるとそれがモノラルになる、ステレオではなくなるっていうことなんですね。なのでステレオ音声にこだわりたいっていう場合は、オーディオ調整は標準かつウィンドノイズ低減をオフにする必要があるのかなというふうに思います。というわけで、どんな感じでしょう。わかりますかね。多分ね、フォースアウトセンサー1つと1インチセンサー2つっていうのを並べていて、特にフォースアウトセンサーの中でもね、一番映像は綺麗と言われている GH7 っていうこともあって、これは一つね、ちょっと頭抜けるかなとは思うんですけれども、GoPro Mission 1 Pro と DJI のね、Osmo Pocket 3、これがどれぐらい違うのかっていうところもね、調べてみようかなというふうに思っていて、今日昼間はちょっとあんまり時間なかったんですけれども、この3つのカメラっていうのを外に持ち出して、簡単に同じようなところで、撮影してみましたので、そちらの方もご覧いただこうと思います。はい、というわけでこの辺からそれぞれのカメラ明かしをしようと思っていて、このカメラっていうのが GH7 で、このカメラっていうのが、GoPro Mission 1 Pro で、このカメラが DJI の Osmo Pocket 3ということで、それぞれのカメラで微妙にね露出の設定とかっていうのも変わってくるんで、明るさに関しては編集で合わせようとは思うんですけれども、基本的にその画質の面ではねいじらないという風な形で比較してみました。これまでのやっぱり GoPro ってこういった室内撮影するとノイズが多くてね全然使えないって感じだったんですけれども、今回の GoPro Mission 1 Pro はこういったかなり光が少ない室内であっても、今ねここにメインの照明っていうのを一つあって、であと後ろにブルーのライトを当ててるっていう風なだけで、室内はかなり暗い状況なんですけれどもね、ノイズがどれぐらい乗るのかっていうところなわけなんですよ。ということで僕はまだ出た映像っていうのを見ていないんで、どれぐらい違いが出るのかっていうのがわからないんで、これからそれを見るのが楽しみなんですけれども、結構この GoPro Mission 1 Pro が頑張ってくれているんじゃないかなっていう風な気がするんですよね。今回からね GoPro Mission 1 Pro はクワッドベイヤーセンサーを採用したっていうこともあって、こういった低照度な、例えば室内なんかでもノイズの少ない綺麗な映像が撮れるっていうことなんでね、今回クワッドベイヤーを採用したことによって画質ではなくてねダイナミックレンジなんですけれども、これに関してはフォースアウトセンサーと同等レベルを実現しているっていうのを、そういった話も聞くのでね、マイクロフォーサーズ相当といってもね、マイクロフォーサーズって結構いろいろと歴史も長いですし、それがこの最新モデルの GH7 とねどこまで比較できるのかっていうのは分かんないんですけれども、ただダイナミックレンジ的にはそういうことなんでね、こういった室内なんかでもね結構綺麗な映像が撮れるのではないかと期待したいかなというふうに思います。というわけで6月になってね一気にバタバタしてきまして、なかなか動画を作る時間っていうのもないですし、あとね最近ちょっと遅ればせながらバイブコーディングってやつにハマっておりまして、今僕はとあるアプリを開発していて、その辺なんかもねこのチャンネルでまた紹介できればいいかなというふうに思いますし、であとこの GoPro Mission 1 Pro に関して設定ですね、設定画面を見ながら一つ一つ説明していくっていうね解説動画っていうのも作ってみようと思いますので、当分はねこういった GoPro 関連の動画が続くかなとは思うんですけれども、もし聞いていただきましたらいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。それでは今日はこの辺で、おもかげでした。